こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオです。よろしくお願いします。はい、今日もやっていきましょう。今日のテーマはこちらですね。発問ということで。前回ね、話題になったので今回テーマにさせていただきます。さあ皆さん、発問知ってます？どうですか？僕はですね、コーチングを学ぶまで発問っていうのは多分聞いたこともなかったんじゃないかなと思います。で、最初によく言うね、こういう質問と発問ってじゃあ何が違うのと。ネットで調べました。こちら。質問は一問一答で選手が答えられる。発問は思考認識過程を経て深まる、広まる。だそうです。ここはさらっと流します。はい。もっと調べたい方は自分で調べてください。発問の基本、僕たちの現場において発問ってどういうものかっていうと、コーチ側、僕ら側から考えたときに、与えるのではなく見つけてもらう。逆ですね。選手側から見た感じでは、教えてもらうのではなく自分で見つける。こういうことです。ちょっと野球を例えてみます。ごめんなさいね。野球知らんくせに野球の例えを使いたがるというと、ボールをワンバウンドのボールを取るときにグローブを下から取る、こういうスキルがあったとします。これ知らないですよ。これ僕が勝手に考えたスキルですけど、こういう風に取るスキルがあったとします。ある練習の時に選手が逆ですね、上から取りに行った、こういうボールに対して上から取りに行ったっていう選手がいたとします。じゃあその選手に僕が、コーチである僕が与えます。こっち来てっつって、今さボールを上から取りに行ってんだよ、じゃなくて下からね、下から OK。 はい、これが与えるです。じゃあ見つけてもらう。来てっつって、今さどうやって取った？どうやって上から取りに行った。そう。どうやってやるんだったっけ？下から取るって教わりました。そうね。じゃあそれやってみよう。はい。いやー、名演技。今のです。で、今のなんですけど、ちょっと待てよと。一緒じゃねえと。ね。これコーチね、こっちがコーチ。コーチから与えるのも、選手が見つけるのも、結果的に一緒じゃねえかと。いや、なんなら、こっちの方が時間かかってねえかと。ね、時間かかってます、実際にね。だって、こっちは、こうだからこうしなさい。もう、ものの10秒で終わるぐらい。で、こっちの自分で見つける方は、問答が絶対あるんで、10秒で絶対かかる。絶対にこっちの方が時間かかります。なんでじゃあやんのと。意味あんのと。ね、時間かけるなんて。プレイ時間が短くなるから話は短くしろって言ったくせに、これは長くていいのかよっつって。長くていいんです。それほど自分で見つけるってことが大切なことなんです。なんでと。ここめちゃくちゃ僕の持論です。発問のことでこういうことを言ってる人っていうのは僕はまだ見たことないです。僕は自分で見つけること、これは楽しいと思ってます。楽しいんです。自分で見つけることね。ちょっと待てと、カツオさんちょっと待ちなさいと。さっきのこのね、さっきのやり取りで、あれで選手楽しかったかよっつって、楽しさ感じたかいっつって、感じてないですよね。じゃあちょっと極端にやってみますね。今のやり取りをもう少しテンション上げてクイズ番組みたいに例えばやったら、おい選手、そうこっち来てみようっつって、今どうやってやったっつって、今上から下に取りに行った。正解。それ本当はどうやったらいいと思う？そうだ、下から上だった。正解。じゃあやってみよう。 OK、 じゃあやってきます。イエーイみたいな感じね。選手楽しそうだったでしょ。だから楽しいんです。今のは極端にやりましたけど、でも自分で考えて自分で見つけることって本来楽しいんですよ。クイズ、なぞなぞ、宝探しゲーム、間違い探し、迷路、自分で探して見つけるからそのもの全部が楽しいんです。遊園地で自分が入れる迷路があったとしますよね。で下見たらずーっと矢印が書いてある。でその矢印に沿って歩きますよね、ずーっと。ただゴールに出た。これ楽しいですか？
全然楽しくないですよね。自分で間違えてって考えてこっちかなこっちかなってずーっと間違えながら探しながら行っていけるから楽しいでしょね。だから人間って本来自分で考えて自分で見つけることってすげえ楽しいんですよ。すげえ楽しいんだけど、なぜかスポーツの現場グラウンドやコートに立った瞬間にみんなそれを忘れるんです。こっちもこっちもね、選手もコーチもみんな忘れるんですよ。で与えること教えてもらうことを当たり前としてやっちゃう。例えばですね、皆さん授業ね、学生時代に授業したことを思い出してください。ほとんどの授業はまあ分かんないですけど、僕はほとんどの授業を与えてもらって教えてもらってめちゃくちゃ楽しくなかったです。ただいくつかの授業、それが得意分野得意教科に当たるその教科に関しては自分で見つけようとしてます。だから楽しかったんですね。教育現場ではそれがたまにある。たまにって言うと失礼かな、分からんけど、皆さんの経験ではどうか分かんないですけど、僕はたまにありました。ただ僕はスポーツのグラウンドの中で僕自身の経験で言えば僕はスポーツサッカーやってましたけど、それが楽しいと思ったことはほとんどないです。なぜなら与えてもらってたから、ずーっと教えてもらうばっかりだったからね。よくねチームで指導者とかその監督とかがこういうことを言う人います。そのスポーツが楽しくなってほしいとか好きになってほしいとか、そういうことを言う人いますよね。でこれっていろんな意味があると思うんですよね。例えば上手くなること、それが楽しくなること、友達ができること、チームで友達ができて、それでそのチームがそのスポーツが好きになる、それは別にいいと思います。全然それが間違いとかそういうことではなくて、じゃあその中にこれも入れちゃってくださいよ。自分で考えることを見つけることをチームのモットーとして持ってもらってもいいんじゃないんですかねって僕は思うんですよね。いやだから自分で考えること見つけることっていうのは僕はすごいいいことだと思います。でそれの見つけるためにこの発問というテクニックを使ったらどうですか。そうするとそのスポーツが好きになって楽しくなるんじゃないんですか。だから発問しましょう。そういう話。はい、では徐々に具体的な話をしていきましょう。発問の効果を話していきます。まずですね、与えるですね。発問をしなかった場合どうなるか。さっきみたいに君のプレーはこうなってこうなってこうなるんだよ。こっちがはいっていうこれだけ。そうですね。じゃあ発問する。いわゆる問いをまず与える。そしたら次選手は考える。で考えた末話す。問い、考える、話す。アウトプットですね。アウトプット。どっちが効果的か、どっちが頭に残るか、当然こっちですね、発問した方で、これがいわゆるワンセットになります。で練習の途中同じように発問します。発問する、考える、話す。でまた時間を置いて発問する、考える、話す。選手はこの時に考えるようになります。じゃあ次の日同じようなタイミングで同じように発問したとします。そしたらまた選手はこの3つのタイミングで考えます。さらにそれが続きます。ずーっと毎日続きます。ずーっと毎日続くとどうなるかと。この前の日記の時と振り返りのね時の日記の話と同じことになります。発問がいつか来るっていうのが慣れてくると、自分が分かってくると、自然に人間ってこの発問に対しての答えをもう考え始めるんです。つまり練習中ずーっと考えるようになります。発問来る、後で発問来るぞ。じゃあ何に答えた方がいい、何を答えるためにこう考えて、これを答えようかこれを答えるっていう風に考えるようになって、結果的に練習中ずっと集中力が増します。素晴らしい。やっぱね、いいことがあるんですよ。それだけじゃなくてその間もしっかり考えるようになる。これが発問の一つの効果だと思います。はい、それではさらに具体的な話していきましょう。発問のテクニックということで、それを考える上で最悪のケースっていうのをちょっと頭に思い浮かべてください。発問をするときに最悪のケース、こちら。選手が喋らない。ね。もうどうにもならないです。ね。会話したいんだから。相手黙っちゃう。もうどうやっても進まないです。なので、
コーチが気をつけなきゃいけないことは、この言いやすい環境づくり、選手が喋りやすい環境を作ってあげること、これがすごく大事なんですね。そのために鉄の掟が2つあります。絶対に守ってください。1つ目、否定しない。前回も話しましたけど、否定をしない。さっきのこっちの例で話しますね。コーチっていうのは喋る前に答えを自分で持ってるわけですね。こういうふうに答えてほしいっていうものがある。そのものじゃなくても、その周辺であっても、やっぱりここら辺を答えてほしいっていうのがあるんです。それの上で聞いてるわけです。だと、その考えがあると、どうしてもこういうふうに見えちゃうんですね。答えてくれるもんだっていう、なんとなくの意識が出ちゃうんですよ。でもそうじゃないんです。選手からすると、聞いたそのこと自体が理解できてない可能性もあるし、理解できたとしても答えはたくさんあるんです。だから選手から見るとこういう風に見えてるんですね。バーって並んでるわけですよ。で、こう、どれにしようかな、どれにしようかな、どれが答えなんだろうって、答えを当てたいんです、こっちはね。でも、どれなんかなと思って、これだーってね、返事したものが、コーチからすると、みたいな、そこみたいなところにこう投げる可能性もあるわけですよ。だから、あーってなるわけですね。で、その時に、否定はしちゃダメですよと。選手っていうのは絶対1回で答えにたどり着かない。そう思ってください。さっきのこの例で言うと、僕は分かりやすくするために1回で答えをたどり着かしたんですけど、そうはならないよと。ほとんどの選手がそうならないよと。で、そうじゃないところに返事が来た時に絶対に否定はしちゃダメです。ダメとか不正解とかブーとか、そういうことは絶対に言っちゃいけません。なぜなら、それを言い続けると、選手は2回ぐらいそれを否定されただけで、選手はもう言わなくなります。なんか間違いなんだみたいな。じゃあもう言いたくないって普通になります。でね、僕がですね、前回、もうちょっと話したんですけど、合同練習やった時に1年生をね、1時間半ぐらい見たんですね。他の高校の1年生を。で、練習して1時間半ぐらいかけて練習する間に、僕は最初からずっと発問をしてきました。いろんな発問をして、最初はみんななんかめんどくせえなこいつっていう感じだったんだけど、やるうちにやっぱり慣れてくるんです、ああいうのって。で、徐々にその言葉がこうみんな溢れ出てくるようになって、いい感じで練習できてるなっていうのがあった。でもちょっとだけ僕がちょっと実験してみたいなっていうことがちょっとこう芽生えてしまって、最後の方、練習の最後の方にみんながこうしっかりこう発言をしてくれるようになったのに、ある一人のその違う高校の男の子ですね、初めて会ったその時に会ったその子が一番その中で一番真面目に練習してて、一番発言もしてくれてて、で能力も高かった、すごく向上心のあるその選手がいたんですね。でその選手に対してこう発問を何かして最後の方にその子を当てて、もう食い気味で否定してみたんですよ、わざと。何々です、何々だと思いますみたいな、その時にパーンって、それ違う、全然違うってわざと言ってみたんですよね。そしたらその選手こんな顔したんですよ。で僕はそれを見てってなって、お互いがってなって、いやね、相当ショックな顔してました。でそれを見て僕も相当ショックで、ごめん、めちゃくちゃごめんと思って、でもその後すぐね謝りに行って、こうでつって理由説明して、わざとそうだったんで、君の言ってることは正しかったし全然いいんだよっつって、ごめんねっつって、今後もねいっぱい発言してねみたいなは一応そのなんか説明させてもらったんだけど、いやね、ほんとあんな顔するんだなと思って、すごい僕もショックだったんですけど、だからね皆さんやっぱダメなんです、やっぱり否定しちゃもうね、多分あれ何も言わなかったらもう多分あの子発言しないと思います。そういうことなんですって。だから皆さんね、僕が今経験したので、皆さんもうこの実験しないでください。選手がかわいそうなので、このね僕の経験を話したので、もう否定せずに絶対に話を聞いてあげてください。じゃあね、否定しないってじゃあどうすんのとね、自分が答えてほしいところじゃないところに答えたら、じゃあどうすんのって言ったら、その時はこういうことですね。曖昧もしくは乗っかる、これをしたらいいと思います。ただこの乗っかるに関しては少し高等テクニックなので、またちょっと後にします。最初にやりましょう。曖昧です。曖昧
最高の3つのキーワードがあります。こちら。なるほど、そういう考え方もあるよね。他にある？この3つを対応してください。よく使ってますね。いろんなコーチもこういうことをよく使ってます。自分が発問します。何々これどう思う？つって。結構全然見当違いな言葉がね、返ってきます。ただ、ああ、なるほどね、つって。そういうのもあるよね、つって。あ、なんか他にあるみたいな。こんな感じ。だと、選手側からしても、まあ、間違ってるなってことは分かるんですね。ただ、否定もされてないんで、まあ次も言えるな、みたいな感じ。これぐらいがちょうどいいです。わかります？だから、否定はしない。絶対にやってください。で、鉄の掟2つ目、こちら。感謝。感謝の気持ちを持ってみてください。言ってくれてるんで、ありがとうねっていう気持ちを持ってください。こちら。ラグビーの最強のステップ、奈良秀明さん。こちらの彼のコーチングを見たときに、すごいなと思いました。彼、ね、発問したときに、それが、ね、合ってることというか間違ってることも何でもいいんですよ。選手が答えてくれたら、あ、なるほどね、そういうことなんだね、つって、ありがとうって言うんですよ。別の発問して、何か答えて、ああ、ナイスナイス、つって、次もよろしくねって言います。ね。めちゃくちゃ次も言えるじゃないですか、選手側からすると。ね、同じように、あ、間違ってんだなって分かるんですよ、選手って。あ、これの答えじゃないんだなみたいなことは分かるんだけど、その否定せずに、さらに感謝の気持ちを送ったり、褒めてくれたり、で、次もよろしくって言ってくれたら、あ、次も言おうってなるんですよね。この環境を作るのがめちゃくちゃ大事なんです。そしてこの人がとてもうまい。ちなみにこの井上正樹さんもめちゃくちゃうまいです。いや、すごいです。本当になんかね、ああ、いいなってもう普通になるのが。でね、ここでちょっと話ずれるんですけど、発問の時にこの感謝と否定をしないっていうね、これがちゃんとできてれば、僕ね、絶対こういう風にならないんですよ。高圧的な指導にならないです。この感謝と否定をしないっていうのをやりつつ、高圧的な指導をやるっていうのは逆に相当むずいと思います。お前、おい、つって。今何やったかちょっと言うてみ。おい、つって。で、何々です。おい、なるほどな、つって。いい考え方じゃん、つって。ありがとうな、つって。おい、次お前、どうや。もうすごくないですかお前の情緒どうなんやっていうねありがとうっていうその態度かよみたいな、そんな風には絶対ならないと思うんですよね。だから僕ね、コーチをね、いろんな人と見るんですけど、その時にまあこの人どういうコーチなのかなって見ます。で、僕の基準ですよ。あくまでも僕の基準で、高圧的な指導をやってる時点で僕にとってはなんかそのいいコーチではもうなくなる。なんでかというと、こちら。高圧的な指導をすると、この発問は絶対できないです。発問が絶対してないってことは、与えすぎてますね。与えすぎてるってことは、その選手が楽しめてないです。だから僕は、そういう人をバッドコーチだと思ってます。まあ、グッドコーチ、バッドコーチね。これはでも、あくまでも僕の基準ですよ。絶対こういうふうにならない。選手っていうのは楽しくならないと。選手が楽しくなかったら僕はバッドコーチだと思ってるんで、どんなね、高圧的な指導をして、例えば県で1位になる、全国で1位になる、プロを何人も輩出した。でそういう選手が育てようが何しようが、僕はこういう指導をしている人は全員バッドコーチです。あくまでも僕の基準でこう思います。